息を吸うたびに空気が気管を通り、気管支と呼ばれる一連の軌道を経て、最後に小さな袋状の肺胞に到達します。肺には6億個ほどの肺胞があり、すべて広げると約75平方メートルに及び、テニスコート1面分にもなります。この微小な肺胞の厚みは細胞一つ分で重要な交換機能を担っています。吸い込んだ空気内の酸素を血流に入れ、二酸化炭素を吐き出します。肺炎になるとこの交換機能に大混乱が生じます。肺炎とは肺胞の炎症のことで、心出液がたまります。肺炎の原因となる病原体は様々で、最も一般的なのはウイルスまたは細菌です。こういったミクロの病原体は呼気中の飛沫により、もしくは目、鼻、口を病原体がついた手で触ることで体内に入ります。すると病原体は気道内で最初の防御体に遭遇します。粘膜毛様体です。粘膜毛様体は病原体を捕捉する粘液と粘液を口へ通し上げる極細の繊毛からなり、粘液は咳で体外に吐き出されます。しかし粘膜毛様体を通り抜け、肺に入って肺胞まで到達する病原体もあります。肺胞は血液中と体外からの空気を交換するための重要な役割を担う場所なので、肺胞には特殊なタイプの白血球であるマクロファージがあって、異物を包み込み捕食して肺胞を守ります。病原体が肺に入ると、マクロファージが病原体を破壊します。免疫系が白血球をさらに送り出し、肺胞を守ります。免疫細胞が病原体を攻撃すると炎症が起こり、炎症の副産物として心出液が出ます。心出液がたまると、肺胞内のガス交換が非常に難しくなります。血流の二酸化炭素濃度が上がり始めると、体が二酸化炭素を排除し、酸素を取り込もうとして呼吸回数が増えます。頻呼吸は肺炎の最も一般的な症状です。また咳をして肺胞から心出液を出そうとします。肺炎の原因を突き止めるのは難しいこともありますが、原因がわかれば医師は抗生物質を処方できます。これには抗菌性や抗ウイルス性のものがあります。抗生物質による治療は感染を抑えるのに役立ちます。病原体が除去されると、心出液と死細胞が徐々に排出または吸収されます。最悪の症状は約1週間で落ち着くのが一般的ですが、全開には1ヶ月ほどかかることもあります。いつもは健康な大人であれば多くの場合自宅で治療できますが、人によっては肺炎が重症化し、入院や酸素吸入、人工換気、またはその他の対症療法が必要となり、その間も体は感染症と戦っています。喫煙は繊毛を傷つけ、平常量の粘膜や分泌物でさえも排除が困難になり、肺炎によりその量が増えると難しくなります。遺伝性疾患や自己免疫疾患があると、肺炎の原因となる病原体に感染しやすくなります。幼児や高齢者はクリアランス機能や免疫力が不十分で、ウイルス性肺炎の患者は細菌性呼吸器感染症にかかる危険性が高くなります。肺炎による大きな死因として、医療を受けられないことが挙げられます。しかし適切な医療をもってしても、状態の維持さえ無理な感染症との持続的な戦闘状態に入り、炎症反応経路の活性化が肺に限らず体全体で起こります。これは体の防衛機能なのですが、この状態が続きすぎると臓器の機能が停止し始め、時には死に至ります。どうすれば肺炎を予防できるでしょうか。適切な食事や十分な睡眠と運動が感染に対する免疫強化に役立ちます。ワクチンで肺炎の原因となる一般的な病原体を防ぎ、頻繁な手洗いで病原体の蔓延を防ぎ、重症肺炎に最もかかりやすい人々を守ります。もっと学びませんか？これらのビデオを見て新たに挑戦してください。チャンネル登録をお願いします。あふれる好奇心を持って。